こんにちは。ライトのしまやんです。今回からね、少し変わった現場なんですけども、昔使ってたこれ厨房ですよね。ここを撮影用のキッチンに生まれ変わらせる、そういう工事をやっていきます。まずはこの解体から始めていきます。今回の現場はね、リフォーム仕事になります。リフォームでもね、普通の家をリフォームするとちょっと違うんですね。この建物は鉄骨の建物になります。この一角はね、ある会社の魚屋さんといいますかね、平地屋さんといいますか、みんな並んでここに流し置いて加工したんでしょうね。そういう場所の一角ですね。今度はここを YouTube のスタジオとしてね、作り直そう、そういう現場になります。どんな現場でもね、まずは解体からです。そしてこの中がね、どんななってるかわからないんでね、中を確認してね、バラせるもんかバラせないものか、基礎も取れるものとか、とにかく中見てないんでね、まずはこの一角からバラしてください。さあどうやようけなんか出てきた。ただのガッポやろ。バラしてみて分かったんですけどね、ただのガッポでした。ガッポというか空間へね、とにかく片方の隅っこにこの大きな鉄骨の柱があります。ですからこの前面を揃えてね、営業用の流しを並べたんでしょうね。そのラインとしてまっすぐにして、そしてその上を線の板張って物置として使ったんでしょうね。この中にね、もっと他のものが入っているとこのスペース砕いても使えませんからね、この部分を物置いたり食器棚とかいろんな方向で使うことができると思います。水道屋さんもガス屋さんも電気屋さんもね、一緒の時間に段取りしたんでね、ちょっとみんなに文句言われましたけどね、もう進み具合も一気に進んでいくんでね、もう自分としては本当に嬉しいんですけどね、ちょっとね、なかなか時間をずらすって難しいんですよね。建物自体はね、鉄骨なんですけども、壁は軽量鉄骨、軽天ですね。軽天下地で作ってあります。ですから割とバラす方は簡単にバラせますよね。腰ね、昔ですから線の板が張ってあったんですよね。これがなかなかいい仕事してありましてね、両面テープとボンドと、そして上にハゼが引っかかってる。なかなか引っ張ってもね取れなかったんですけど、線さえ外してしまえばね、あとはボードを外していけばいいんですから、解体としてはね、下手な木造よりはもう楽だったかもしれませんね。設備の方はね、古い配管の撤去、それと同時にもう新しい配管はね、その場でしてもらいました。設備工事とね、配線の撤去をしてもらったんでね、これでボードはどっからでもバラしてきます。下地がね、軽点でしてあるってことでね、この軽点はそのまま使います。ですからボードはね、別一本一本ほどいてやってね、バラすしかないんでね。でちゃんとね、外壁はもちろんですけど、間仕切り壁も天井もきちっと100ミリぐらいのねグラスウール入ってます。これはね、もうこのまんま使ってきます。
これでね、天井と壁をばらして解体ができました。断熱材がきちっと入ったしっかりとした壁が残りましたね。土間の上にね、新しいキッチンの寸法、地積みですね、それをつけてやって、そして今度は床の下地をしていきます。高さ的にね、入り口にサッシが入ってます。サッシの入り口を使うんで床を高く上げられないんですよね。床を上げてしまうとサッシ外しませんから、頭がいっぱいになってしまう。根太は打たなくて大引きを根太代わりとして細かく入れて、そういう下地をやっていきます。25ぐらい下がっとんよ。まずはね、床の水平から出していきます。下地の上刃の隅を打ちます。下地材はね、90角だけで作ってきます。縁打つのはね、この45の105でしたかね、それを2本だけ回ったんですけども、大引きを根太代わりに使っても根太は打たない、角門だけで踏んできます。そして2センチの基礎パッキンですね、敷けないと思うんですけども、なぜコンクリですからね、コンクリの上には直接こう木を置かない、プラスチックで一回クッションを取ってやる。そして昔の土間灰ですからね、ウレチングの下に排水を取ってあって、そこへ土間を洗って流し込む、そういう形ですから、もう2センチ強の勾配を取ってあります。外回りはだいたいこの平均にいってたんですけどね、そこへ450から600までの間隔でね、90角をね並べていきたいと思います。そうか。一番高いところの土間をね、2センチの基礎パッキンいっぱいに合わせてあって、あとは3ミリ、9ミリ、12ミリ、その3種類のパッキンで高さ調整をしていきます。で、問題はね、高さはまっすぐになるんですけどね、それをコンクリに留めてらなあかんってことですよね。ですから L アングルでコンクリとこの木材とビスでね留めていきます。開けすぎちゃう。こんなもんやろ。俺言うたやんけ。ビスコンもね久しぶりに使ったんですけどね、これなかなかね慣れるまでに難しいですね。最初は霧が新しかったから手がぶれたからかなと思うんですけど、規格通りの寸法でもちょっと穴が細くなるんですね。少し切れやんで、そして手が決まってしまえばねのビスはしっかり効きます。なんとかとハサミは使いようでね、どんだけの道具持っても手が決まってないとダメですね。剥がしとかんと分からへん。L 金物でね高さはしっかり決まったんですけどね、パッキンが動くと嫌なんでね、パッキンの上と角材とね絶対動かないようにもう思い切ってボンドを塗ってあります。これでね上下は絶対緩むことはないですね。
でまた半分余らして次はと一緒やの。これで全体の解体、そして床の下地ができました。次回はね、床を張っていきます。以上、大工の翔也でした。